地下鉄チョイホン駅を出ると、目の前にあるアウチーワン市場。こんにちは、アジアを旅するカオです。今日私は香港のアウチーワン市場に来ました。アウチーワン村、この一帯が村なんですが、200年以上の歴史がある香港市中の残り少ない村だそうで、もう再開発が決まっていて、今年中でもう市場もおしまいになってしまうという話を聞いたので、今回やってきました。市場の中には生鮮食品も売ってるし、ヤムチャ屋さんだったりとか麺屋さんとか、昔から続く食堂もたくさんあるので、今日は食堂も何軒も回りながら市場の中をゆっくり見て歩きたいと思います。ではまず朝早くからやっている市場の上の階のヤムチャに行きます。朝6時過ぎ、食品売り場はまだ始まっていないけど、市場内の食堂は朝早くから開いている。まずは市場の上にある古いフードコートに向かう。エスカレーターを2つ分上がります。この時間からすでにお客さんが結構入っている。小さなフードコートだけど、この中だけでヤムチャ屋さんが何軒もある。ヤムチャ屋さんが本当に多いです。一番奥にあった一番大きなヤムチャ屋さん。裏から外に抜けてみると、こんな高層ビルが建っている隣に、こんな昔ながらの姿で残っています。人が多くて活気のあるこの店にしました。まずお茶を選ぶ。什么茶？香片。香片。茶葉を洗った熱湯で食器もすすぐ。朝はヤムチャで、お昼からはご飯屋さんになってます。自分でせいろを除いて選ぶらしい。肉団子からこれも肉団子、魚かな。スペアリブ。なんか見たことないもの。忙しい時間に一つずつ全部見せてくれた。スチームご飯だ。鶏足が入ってるぞ。醤油をかけて、まずは熱いお茶を一口。いただきます。片栗粉みたいなでんぷんと一緒にこねた肉団子をご飯の上にのせて一緒に炊いてるみたいなんですけど、ご飯はパラパラの長いお米で、肉の部分がむにょむにょっていう食感で、かけたお醤油と肉を蒸した時のお汁がご飯の方に移ってて、その味でご飯が美味しいです。本当に点心屋さんだけで 4,5 軒ぐらいあって、この空間にどこが美味しいかは全然わかんないんですけど、ここが一番面積も大きいし、人も多いし、厨房にも客席にも活気があるので、ここに入ってみました。お店のおばちゃんもすごい親切です。フレンドリー。ほんのり味が染みてるのが美味しい。シューマイを作り始めた。上にはカニの卵を飾る。こうしてこの厨房でどんどんいろんな点心を作り上げてるのが本当にすごい。
こちらは蒸し餃子。お茶とご飯で25ドルでした。裏の方にも市場が続いてるんですが、その向こうにある他のヤムチャ屋さんに行きます。裏側は半露天の市場。後ろに高層マンションが建ってる前にまだトタン造りの家が並んでます。でこの中のトタン造りのヤムチャ屋さんに行きます。ここも数十年の歴史を持つ地元客が集まる店。山のように積み上げられ蒸されているせいろ。上半身裸のおじさん。ハーバーも美味しそう。シューマイ。还有这个饺子。こい。パッと見すごい美味しそうに見えたのでこれにしました。めちゃくちゃ薄い皮の中にしっかりこねられて弾力のある豚肉のあんが入ってて、シャンツァイ、パクチーも練り込まれてて、その香りも適度に効いてて美味しいです。シューマイ、なんかほんのり椎茸の風味がする。滑らかでむっちりしたあんの中には魚介類の風味もあって、いろんな具のうまみが詰め込まれている。常連客が交わす広東語と、早朝から店で手作りする庶民的な点心。香港の朝の風景をじっくり味わえる価値ある時間。相席したおばあちゃんの朝ごはんはチャーシューマン。この紙を持ってごちそうさまでした。朝8時、ほとんどの店が開き始めた。新鮮な果物や野菜、魚や肉が店先に並ぶ様子は、眺めているだけでも元気が出てくる。香港でしか見られない店先にのれんのように肉がぶら下がるロースト肉屋さん。乾物や調味料が揃う食料雑貨店。もうすぐなくなるこの市場は今日も変わらずにぎわっている。近所の住民が朝ごはんを食べたり、その日使う食材を買いに来たり、これが家の台所でどんな料理になるのか想像が膨らむ。市場は物語にあふれている。市場の裏手まで回ってくると、そこに小さな作業場があった。ロースト肉を焼いてる。作業場にお邪魔した。豚やガチョウ、ハムなどの肉にタレを塗ったり漬け込んだりして窯でじっくり焼くロースト肉。街角の食堂に肉がぶら下がっている風景は香港の風物詩だ。ご飯にのせたり麺にのせたり、惣菜として買って帰ったり、昔急速に都市化した香港の忙しい生活の中、ロースト肉は手軽に食べられるファストフードとして一気に広まったそう。窯の熱や肉の匂い、
パチパチと皮の弾ける音で焼き加減を判断する。ロースト肉を焼くのはまさに職人技だ。このすぐ向こうに見えるアパートがインスタでよく見る虹色のアパートなんですけど、ここもあと数年で再建築かなの予定があるようなので、ちょっとここも覗きに行ってみます。団地の立体駐車場の階段を上れば、香港で最も美しい団地と呼ばれるチョイホンエステートを一望するバスケットコートに出られる。数々のミュージックビデオや映画のロケ地にもなった。アウチー湾の市場から大きな道を一本渡ったところにこの場所があるので、市場に来たついでには寄ってみたいところです。もうすぐ再建築に入るチョイホンエステート。再開発の波があちこちに静かに迫っている。この市場の並びにあるチャーチャン店でちょっとお茶しようと思います。市場で長い間愛されている喫茶軽食の店。やっぱり相席。チャーチャン店に来るとメニューが多すぎて毎回パニック。要炖奶茶。炖奶茶，还有吃什么？サンドイッチだけでも20種類あって思考停止する。向こうのお客さんが美味しそうに食べていた卵サンドにした。ひんやりと甘く染み込むような香港ミルクティー。おいしい。紅茶の味がしっかり出てるけど決して渋くない。ふんわり卵に期待が高まる。おいしい。絶妙な半熟加減の卵。薄いしっとり食パンにたっぷり卵。すごくシンプルだけどしっかりおいしい。相席していた地元のおじいちゃんと世間話。おじいちゃんが昔から通っているという市場の麺屋さんを教えてもらって、お昼ご飯はここで食べることにした。店先には何種類もの麺と具がたくさん並んでいる。麺を選び具を選ぶ。具は1人最低3種類以上注文。野菜、肉、海鮮、魚団子。目移りしてしまうほどたくさんの具。これは正在民という料理で屋台麺という意味。昔はカート式の屋台で売られていたそう。醤油ベースのシンプルな麺にあれこれカスタマイズして自分好みの麺を作る。一个一样的面，要萝卜，然后这个还有牛奶。前のお客さんを参考にして注文してみた。揚げニンニクをかけて、私の麺出来上がり。缶ビールもいただく。昼から麺と一緒に冷え冷えビール最高。
細麺とそれから大根、そしてこれは多分ふちくと牛すじを頼みました。まずスープから。コクのあるすっきり醤油スープ。麺は細麺だけどエビワンタンのとは違うつるっと食べやすいタイプ。ほとんど味付けなしで煮てあって大根の自然な甘みが生きている。大根うまい、美味しい。牛すじが漢方煮込みだ。中まで味が染みてる。店によってはスープも選べるので本当に無限な組み合わせができるのが面白い。さっきの市場のチャーチャン店で向かい側に座ったおじいちゃんと話したんですけど、このすぐ近くに住んでて昔からで、この麺はもうずっとちっちゃい頃から食べてる味だそうです。市場の中にも食堂にも昔から続くただいつも通りの日常があって、もうすぐなくなってしまうことなどみじんもにじませない。私はおそらくここに来るのは最後になるだろうけど、せめて動画の中だけでもここでの時間を残せるのは幸運なことだと思う。麺屋の隣の小さな売店で水を買っていく。以上、今回はもうすぐ再開発になるというアウチーワン市場をゆっくり回って、古くから地元の人に愛され親しまれている食堂もたくさん回ってきました。もうちょっと私がまた来られることはないと思うんですが、最後にじっくり動画を撮れてすごく良かったです。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。